人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、砂漠での遭難とは。砂漠での遭難は過酷な自然環境での生存を強いられる極限状態の一つです。砂漠は広大で乾燥しており、昼夜の温度差が激しく、水や食料がほとんど手に入らない場所です。砂漠で迷うと周囲には目印が少なく、移動の方向がわからなくなる可能性があります。また砂嵐が発生すると視界を奪われ、体力を著しく消耗します。このような環境下では適切な行動と知識がなければ短期間で脱水症状や熱中症などに陥り、命に関わる状況に陥る可能性が高まります。2、砂漠での遭難の有名な事例。砂漠での遭難は世界各地で報告されており、それぞれがユニークな生存の知恵と勇気に満ちた物語を持っています。ここでは異なる地域で実際に起こった砂漠での有名な遭難事例を紹介します。2.1 マルセリーノ・セカスブラジル。2008年、マルセリーノ・セカスはブラジルの砂漠地帯で最終作業中に車が故障し、砂漠の真ん中で動けなくなりました。食料と水が限られている状況で彼は日中の強烈な日差しを避け、夜に移動するという判断を下しました。7日後、彼はようやく民家にたどり着き、命を取り留めました。2.2 アントニオ・デラ・トーレサハラ砂漠。2015年、アントニオはサハラ砂漠で探検中に迷い、補給物資を失いました。彼は水源を求めて長い間歩き続けましたが、やがて体力が尽きかけます。そこで彼は少量の水を少しずつ飲むことで体力を温存し、数日後に救助隊に発見され助け出されました。2.3 マーク・ミラー・カリフォルニア砂漠。2021年、マークはアメリカのカリフォルニア砂漠を横断中に GPS 機器が故障し、方角がわからなくなりました。彼は落ち着いて日中の移動を避け、岩陰で暑さをしのぎ、夜に月明かりを頼りに進むことで命をつなぎました。6日後に救助隊が彼を発見し、無事に救助されました。3、生き延びた人々のエピソード。次に、実際に砂漠での遭難に遭遇し、命を取り留めた人々の話を紹介します。それぞれの体験から生き延びるための重要な教訓が得られます。3.1 サンドラ・ジョンソン女性、32歳、アメリカ、5日間。サンドラは観光旅行中に砂漠で車が故障し、5日間にわたり遭難しました。彼女は車から離れず、車内で暑さをしのぎました。水を少しずつ飲み、脱水症状を回避し、救助隊が彼女を見つけ出すまで耐え抜きました。3.2 エリック・ダグラス男性、40歳、アフリカ、6日間。エリックはアフリカのサハラ砂漠で遭難しました。食料も水も少ない中、彼は日中の強烈な日差しを避け、夜間の冷え込みに備えました。持ち物を使って風を遮り、夜は岩陰で体温を持ちました。6日目に救助されましたが、彼の冷静な判断が命を救いました。3.3 マリア・グレー女性、28歳、オーストラリア、7日間。オーストラリアの砂漠を訪れていたマリアは、ハイキング中に道に迷い、7日間生存しました。彼女は持っていた食料と水を慎重に使い、日中は太陽を避けるために植物や岩の陰で身を隠し、夜に移動することで体力を温存しました。3.4
トム・ヘンリー男性、35歳、中東、8日間。トムは中東の砂漠を探検中に道に迷い、補給物資も底をつきました。彼は砂嵐に遭遇した際、体を布で覆い、目と口を守ることで呼吸困難を回避しました。8日後に救助されましたが、適切な対策を取ったおかげで大きな怪我はありませんでした。3.5 ジェイコブ・フリーマン男性、29歳、モンゴル、9日間。ジェイコブはモンゴルのゴビ砂漠で遭難し、9日間生存しました。彼は砂漠で水を見つけるのが難しいことを理解しており、尿をフィルターでろ過して飲むことで命をつなぎました。最終的にはヘリコプターによって発見されました。3.6 ナディア・サリム女性、45歳、アラビア半島、10日間。ナディアはアラビア半島の砂漠で旅行中に遭難しました。彼女は持っていた毛布を使って砂嵐の中でも体を守り、夜間の寒さから身を守るために体温を持ちました。10日後に発見され、救助されました。3.7 ホセ・ロペス男性、52歳、南米、12日間。ホセは南米の砂漠で遭難し、12日間を生き延びました。彼は植物の根を掘り、水分を摂取するなど、自然の中で水を確保する工夫をしました。また、風通しの良い場所で日中を避け、体力を温存しました。最終的に彼は砂漠を横断していたキャラバンに発見され、救助されました。4. 砂漠で生き延びるための技術と方法。これまでに紹介した実際の事例をもとに、砂漠で遭難した際に生き延びるための具体的な技術と方法を11個紹介します。4.1 水の確保。砂漠では水が最も重要です。飲み水がない場合、植物の根や葉に含まれる水分を使ったり、地面を掘って湿った土を探し、そこから水を取り出すことができます。また、蒸留装置を作って水分を凝結させる技術も役立ちます。4.2 日中の移動を避ける。砂漠では日中の気温が非常に高いため、日中は動かず、夜間に移動することが推奨されます。暑い時間帯には体力を温存し、日陰で休息を取ることが重要です。4.3 シェルターの確保。風や太陽から身を守るために簡易的なシェルターを作ります。岩や植物の影、あるいは持ち物を使って遮蔽物を作り、体温調節を図ることが生存に直結します。4.4 体温の管理。昼夜の温度差が大きいため、体温の管理が非常に重要です。昼間は日差しから逃れ、夜間は冷えから身を守るために、持っている衣類や布を活用して体温を維持しましょう。4.5 植物や動物から水分と食料を得る。砂漠に自生する植物や小さな動物を捕獲することで食料や水分を得ることができます。特にサボテンや多肉植物には水分が多く含まれているため、水が手に入らない場合に活用できます。4.6 簡易な蒸留装置を作る。植物や湿った地面から水分を蒸発させ、集めるための蒸留装置を作ることができます。ビニール袋やシートを使って水分を凝結させる方法は遭難時に有効です。4.7 風向きを利用する。砂漠では風向きが重要な手がかりになります。風の方向や砂の流れを観察し、それを利用して方角を知ることができます。4.8 携帯品の活用。遭難前に持っている装備や衣類、バッグなどを最大限に活用しましょう。特に持っている布や衣類はシェルター作りや体温調整に役立ちます。4.9 体力の温存。砂漠では過度な動きが脱水や体力の消耗につながります。移動は慎重に計画し、無理をしないようにしましょう。4.10 心理的な安定。過酷な状況では精神的な安定が重要です。希望を失わずに助けが来ることを信じ続けることが生き残るための鍵となります。4.11 コミュニケーション手段を確保する。
可能であれば無線や携帯電話などのコミュニケーション手段を活用して助けを呼びます。電波が届かない場合でも場所を変えることで通信が回復することもあります。5. ユニークなサバイバル方法の提案。砂漠での遭難を克服するためのユニークな方法を3つ提案します。 5.1 砂漠の動物を利用した水源探し。砂漠に住む動物はしばしば水源の場所を知っています。動物の動きを観察し、彼らの行動を手がかりに水源を探すことができます。 5.2 砂丘の影を利用した温度管理。砂丘の影を利用して昼間の直射日光を避ける方法です。特に大きな砂丘の裏側は風通しも良く体温調節に適しています。 5.3 反射光を使った信号発信。もし鏡や金属の反射物を持っていれば、それを使って太陽光を反射させ、上空の航空機や遠方の人に自分の存在を知らせることができます。6. 励ましとアドバイス。砂漠での遭難は過酷ですが、冷静な判断と適切な行動が生死を分けます。どんな状況でも最後まで希望を捨てずに生き抜いてください。あなたの命を守るための力はあなた自身の中にあります。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。